皆さんこんにちは、大川祐介です。今日はですね、ジーユンさんから新しく発表された電動スタビライザークレイン 2S のご紹介をしていきたいと思います。僕が運営しているトランスサロンでもちらほらね、クレイン 2S についての話題が上がっていたので、もうこれはもう動画にするしかないということで、今回はね、ジーユンさんからクレイン 2S をご提供いただいて、この動画をお届けしております。クレイン 2S はね、多様な映像制作の現場に対応するために開発されたプロフェッショナル用3軸スタビライザーでして、第9世代の姿勢制御アルゴリズムと新型モーターによって、ルミックスの S1H とか BMPC6K1DX などの大型カメラにも対応する安定性を実現しています。で、僕がね、外でシネマティック撮影をするときは、こういった BMPC6K が多いんですけれども、重量が重くてスタビライザーに余裕がないと斜めになったり、電源が落ちたりと問題がね、結構多かったんですね。なので、ジーユンさんのクレイン 3S を最近は使用していたんですけれども、カメラは問題なく作動するんですけれども、クレイン 3S 自体が重すぎて、結構腕がパンパンになってたんですね。クレイン 3S は本体が 2470g に対して、クレイン 2S は 1880g なので約 600g もの差があります。カメラの重量は 3S が 6.5kg まで搭載できるのに対して 2S は 3.2kg となっているので、2S にね、でかいシネマカメラは乗らないけど、重たい一眼レフぐらいだったら全然問題なさそうですね。で、ちなみにね、クレイン 3S はレッドシネマカメラも乗ります。びっくりしました。旅しながらカジュアルに撮影していくスタイルからすると、クレイン 2S の方が、相性はいいですね。できれば日本一周する前に欲しかったんですけれども。冒頭でね、クレイン 2S の映像表現は見ていただいたと思うので、これからね、スペックについて、実際に使ってみた感想を含めて皆さんにお伝えしたいと思います。今回ね、僕が主に伝えたいポイントは3つあります。大型カメラが搭載可能、安定した手ブレ補正力、垂直クイックリリース、この3つとなっております。まずはね、BMPC6K などの大型カメラでも搭載可能ということですね。で、BMPC6K って、単体だとね、かなり軽いんですよ。重いんですけれども、軽い方だと。で、結構ブラックマジックって、このケージをつけて、撮影することが多くて、このね、ケージをつけたとしても、全然軽々と乗ります。今ね、ここにはつけてないんですけれども、撮影時このスタイルで撮っていたので、この方がいいかなと思ってこのセットで組んでおります。カメラの重量、いわゆるペイロードにね、余裕がないと安定性に欠けるっていうのが、今までのね、僕の印象でした。で、先ほどもね、お話したクレイン 3S は余裕だったんですけれども、じゃあクレイン 2S はどうなのということで、もうすでに冒頭で見ていただいたと思うんですけれども、第9世代のね、アルゴリズムと新型モーターが優秀なのかわからないですけれども、問題なくかなり滑らかに撮影することができましたし、途中からね、斜めになったりするなどの問題も一切なかったので、かなり信頼性の高いスタビライザーだと今回は感じました。見てください。この安心感。想像以上にね、強く補正が効いているので、滑らかに撮れて、かつ安心感があるのは、撮影にとってね、とても重要ですし、表現の幅もね、一層広がると思っています。で、次にね、垂直クイックリリースですね。この機能はかなり斬新で面白いと思いました。使用用途はね、頻繁ではないと思うんですけれども、あったら何かの時に便利ですよね。以前ね、僕、ウェブ広告の仕事をしていた時に、縦で納品する動画があったんですよ。インスタグラムのストーリーとか TikTok とかで頻繁に発信している方もぜひね、このクレイン 2S が良いと思っています。これ今後ろにこの三脚のプレートつけていて、このまま見てください。こんな感じにじゃん乗っちゃうっていう。で、こっからじゃあ三脚の撮影終わりましたと。はい、じゃあすぐ、スタビライザーつけます。で、一番引きの場所で止めて電源をつけるみたいな、こういったこともね、容易にできるので、すごく使いやすいですよね。このクイックリリース、スモールリグのものを買わなくても、このまますぐ取り外せば手持ちで撮影できるし、ですぐスタビライザー使いたいなと思ったら、こうやって入れて固定して撮影する。ちょっとバランスずれちゃったんですけれども、これですぐ撮影が開始できるという、かなりね、機動力も高いかなというふうに今回は感じました。
クレイン 2S をね使用してガチのシネマティック撮影をしたんですけれども、POV モードで柔軟に撮影したり、ボルテックスモードで回転したり、スタビライザーを使用しているのに、手持ちのような撮影のしやすさが今回ありました。クレイン 2S は、計5種類のモードがありまして、パンフォローモード、PF ですね。左右の軸が動くという感じです。それ以外はロックされている状態ですね。次にロックモード、L ですね。で、これはもう全てにおいて固定されます。で、3つ目が POV。これが先ほどね、僕がシネマティックでもよく使っていたモードなんですけれども、3軸全てにおいて、動かすことができます。で、ボルテックスモード。自由に回転することができます。この表現結構面白かったです。はい、次にね、GO モードですね。これはスポーツモードみたいなもんです。素早く俊敏に動かすことができるので、何か速い被写体を追うときにとても良いモードかなというふうに思っています。で、シーンに合わせてね、モードを簡単に切り替えることができるので、制作の現場でも、トラベル動画でも活躍すると思っています。で、今ね、僕ね、ここに、ジンユンさんのこのバッテリーのやつをね、追加で買って、これが V マウントを取り付けられるんで、このね、ジンユンさんのやつを使わなくても、V マウントをこうやって取り付けることができるんですよ、シンプルに。これ三脚ネジで取り付けることができるんで、めっちゃいいですよね。ただね、全体を通してやっぱり重いっちゃ重いので、長時間撮影したりハイパーラップスの撮影とかをしちゃうと、腕がね結構やばくなります。で、そしてねグリップが少し太いので、手のひらにフィット感がなかったりとか、充電するのにこうやって電池をね取り外して充電しなきゃいけなかったりとか、あとはね、プレートに取り付けに、この取り外し方は楽なんですけれども、こっちのプレートが結構取り外すのが、違和感があるので、その点以外は、基本的には、問題はないかなというふうに感じています。総合的に判断しても、とてもね、良いスタビライザーだと思いましたので、ぜひね、参考にしてみてください。そして、今回はね、ジーユンさんからクレイン 2S を、10% オフで購入できるクーポンをトランスサロン限定でご用意していただいたので、ぜひね、概要欄のリンクから、チェックしてみてください。そしてね、皆さんにちゃんと伝えたいんですけれども、僕はね、より多くの人に動画という選択肢を与えたいのが、YouTube 当初からのね、ずっと思ってることなので、皆さんへね、適切な、発信をするためにも、中立の立場で正直にレビューさせていただきますので、今後もね、おそらく様々なメーカーさんの製品をご紹介させていただくと思うんですけれども、何卒よろしくお願いいたします。はい、今日はね、最後まで見ていただきありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。